り解説。1963年公開映画ベスト10。懐かしの名作を振り返る。こんにちは、みんな。今日は1963年に公開された映画のベスト10を振り返ってみるよ。おお、懐かしの名作がいっぱいだな。1963年は映画史においても大きな年だったんだぜ。そうなの？私はあんまり詳しくないけど、何がそんなにすごかったの？1963年は、様々なジャンルの名作が公開された年なんだ。アクション、ドラマ、そして歴史的な映画も多かった。特に、クレオパトラとか、アラビアのロレンスは、今でも語り継がれるほどの大作だぜ。なるほど。なんだか壮大な感じだね。どんな映画がランクインするのか、すごく楽しみ。まあ、今回のランキングでは、1963年に公開された映画を厳選して、10位から1位まで発表するぜ。映画の内容や、どんな影響を与えたかも紹介するから、ぜひ最後まで見てくれよな。わあ、楽しみにしてるよ。それじゃあ、早速始めようか。第10位。眠り京四郎、殺法帳。さて、第10位にランクインした眠り京四郎殺法帳。これ、市川雷蔵が主演している映画なんだよね。そうだな。実はこれが眠り京四郎シリーズの第一作目なんだぜ。市川雷蔵が初めて京四郎を演じる作品として注目されたんだよ。それはすごい。でも、どうしてこの映画が有名なんだろう？実は、この映画の映像化にはちょっとした裏話があるんだ。もともと原作者の柴田連三郎は、映画化を渋っていたんだよ。ところが、市川雷蔵が自ら柴田を訪ねて、刀を使って円月殺法のデモンストレーションをしたんだ。それを見て、ようやく映像化を許可したんだってさ。すごい、雷蔵さん。そんな風にして原作者を納得させたんだね。でも、その後はどうだったの？実は、第一作目は大英によって失敗作とされてしまったんだ。死者を見た市川雷蔵自身も、自分が演じた京四郎が小説に描かれている虚無感や孤独感が感じられなかったと言ってるんだ。それはちょっと意外だね。どうしてそんな風になったの？市川雷蔵は、自分が演じた京四郎が明るくて健康な人物になってしまったと感じていたんだ。それは、彼が結婚して幸せな状態にあったために、役に出てしまった安心感が影響していたんじゃないかって話しているんだよ。なるほど。それで自作ではもっと京四郎らしい虚無感や孤独感を出したいと思ったんだね。そうそう。次回の出演時には、京四郎役にアプローチを変えて、もっと小説に忠実な虚無感と孤独感を表現したいと市川自身が語っていたんだ。映画制作って、やっぱり一筋縄ではいかないんだね。でも、そうやって試行錯誤を重ねてこその名作が生まれるんだね。その通りだぜ。この、眠り京四郎殺法帳は、雷蔵が次第に完璧な京四郎を作り上げていく過程のスタート地点なんだよ。本当に奥が深い映画だね。それにしても、雷蔵さんの情熱が感じられるエピソードだね。このエピソードがあるからこそ、この映画が名作として語り継がれるんだな。第9位。地下室のメロディー。次は第9位。地下室のメロディーって映画だよ。なんだか不思議なタイトルだけど、どんな作品なの？これは1963年に公開されたフランスとイタリアの合作映画で、ジャン・ギャバンとアラン・ドロンっていう大スターが共演してるクライムドラマなんだぜ。ジャン・ギャバンって聞いたことあるかも。アラン・ドロンも有名な人だよね。ああ、ギャバンは渋くて貫禄のある俳優だし、ドロンは若くてクールなイケメンって感じだな。この映画では、ギャバン演じるシャルルが刑務所を出て、最後の大仕事に挑むんだぜ。最後の大仕事って？なんと、カンヌのカジノの地下金庫から10億フランを盗む計画なんだ。シャルルは若いフランシス・ドロンとその義兄類を仲間にして、緻密な作戦を立てるんだよ。それってすごくスリルがありそう。でも、うまくいくの？それがな、計画は完璧に見えたんだけど、予想外の展開がどんどん起きて、計画が崩れていく。心理戦と人間ドラマのバランスが絶妙で見応えばっちりなのぜ。タイトルのメロディーって、何か意味があるの？そこが面白いところで、
金庫の音とか緊張感のあるシーンでの音楽が絶妙に使われてて、まるで全体が一つのメロディーみたいに進んでいくんだよ。音楽の使い方にも注目ってことか。しかもスタイリッシュな演出もありそうだね。ああ、白黒映像が逆に味を出してて、音楽もジャズ風で雰囲気バッチリだ。しかもこの映画、日本では1963年8月17日に公開されて、ゴールデングローブ賞の外国語映画賞も取ってるんだぜ。それはすごい評価だね。ただの犯罪映画じゃなくて、深みのある作品なんだね。その通り、ドローンのクールさとギャバンの渋さがぶつかる名作だから、映画ファンなら一度は見てほしい一本なのぜ。第8位、007は殺しの番号。続いて第8位は、007は殺しの番号。あ、これってジェームズ・ボンドの映画じゃない？お、よく知ってたな。これは記念すべき007シリーズの第一作、ドクター・ノーってやつだぜ。日本では1963年に公開されたんだ。第一作ってことは、ここからあのスパイ映画の伝説が始まったんだね。そうそう。主演はショーン・コネリー。あの独特の低音ボイスとスマートなスーツ姿。そしてウィットに富んだセリフ回しで、一気にボンド像を確立したんだぜ。最初からあの、ボンド、ジェームズ・ボンドって決め台詞も出てくるの？もちろんだ。映画の冒頭でいきなりあの名乗りが出てきて、観客を一気にボンドワールドに引き込んだのぜ。あれが全ての始まりなんだよ。どんなストーリーなの？ボンドが MI6 のスパイとして、ジャマイカでのイギリス情報員の失踪事件を調査するんだ。で、裏で動いていたのが、スペクターっていう悪の組織。その一員がドクターノーってわけだ。悪の組織。なんだか王道のスパイものって感じでワクワクするね。ドクターノーは、放射能と原子力を使った破壊計画を立ててて、それを阻止するためにボンドが戦うって展開なんだけど、アクションだけじゃなく、美女や秘密兵器、カジノシーンも満載で、いきなりシリーズの魅力を全部詰め込んでるんだぜ。最初の作品でそこまで完成されてたんだね。それにしても、ボンドがあるって言葉もこの頃からあったの？もちろん、この映画で登場するボンドがある。ハニーライダーはウルスラ・アンドレスが演じてて、白いビキニ姿で浜辺から現れるシーンは映画史に残る伝説的シーンになってるのぜ。聞いたことある。それって映像でもよく使われてる名シーンだよね。そうだな。007は殺しの番号は、スパイ映画というジャンルを確立させただけじゃなく、後の007シリーズのフォーマットをほぼ完成させた重要な作品なんだぜ。第7位、天国と地獄。第7位は、天国と地獄っていうタイトルなんだけど、すごく意味深な名前だね。どういう映画なの？これは黒澤明監督が手掛けた1963年公開の日本映画で、主演は三船敏郎だぜ。サスペンス色の強い社会派ドラマで、黒沢作品の中でも異色の一本なんだ。三船さんって、時代劇のイメージが強いけど、現代劇もやってたんだね。そうなんだよ。この作品では、靴メーカーの重役権藤を演じてて、彼の家の子供が誘拐されたと思ったら、実は運転手の息子と間違われていたっていう衝撃の展開から始まるのぜ。誘拐されたのが自分の子供じゃなかったの？でも、それでも身代金を払うの？そこがこの映画の核心だな。権藤は、自分の子じゃなくても人命は平等だとして身代金を出すんだ。だが、その結果として会社での地位を失う可能性が出てくる。人間の道徳と現実の利害がぶつかる。めちゃくちゃ考えさせられるストーリーなんだぜ。なるほど。人としての正しさと、社会的な立場のジレンマが描かれてるんだね。タイトルの天国と地獄も象徴的なんだ。最初に登場する豪邸が天国で、誘拐犯の潜むスラムが地獄。画面構図でも明確に対比させてあって、見ててものすごく印象に残るのぜ。映像でもそんな工夫があるなんて、さすが黒沢監督だね。それに刑事役の中台達也や、捜査シーンのリアルな描写も素晴らしい。犯人を追い詰めるまでの緊迫感がずっと続いて、まるでドキュメンタリーみたいな臨場感があるんだぜ。内容だけじゃなくて演出や演技でも見せる映画なんだね。社会問題にも踏み込んでるし、
現代にも通じるテーマがあるから今見ても色褪せない。黒沢映画の中でもかなり評価が高い一作なのぜ。それはもう見るしかないね。深くて重いテーマだけど、すごく引き込まれそう。第6位、北京の55日。第6位は、北京の55日っていうタイトルだよ。どこか歴史映画っぽいけど、実際にはどんな内容なの？これは1963年に公開されたアメリカ映画で、現代は、55 Days at 北京、19世紀末の中国を舞台に、義和団事件の実話を元にした歴史スペクタクル映画だぜ。義和団事件って、ちょっと聞いたことがあるけど、どういう事件なの？ざっくり言うと、1900年に中国で起きた反外国運動のことだな。義和団っていう排外的な武装集団が、外国人やキリスト教徒を襲撃し始めて、清朝政府もそれを後押しした。で、外国の公使館区域が55日間も包囲されるっていう事態に発展したのぜ。55日間も、それで北京の55日なんだね。そうそう。映画ではその包囲の様子と、そこに立ち向かった西洋列強の外交官や軍人たちの姿が描かれるんだ。主演はチャールトン・ヘストン、デビッド・ニーブン、エヴァ・ガードナーの3人だぜ。ヘストンさんって、確か、ベンハーにも出てた人だよね？迫力ありそう。その通り、ヘストンはアメリカ海兵隊の将校を演じてて、義和団との衝突の中で公使館外を守るリーダー的存在として描かれてる。アクションもドラマもたっぷり詰まってるのぜ。包囲されてる中で、どうやって耐えしのぐのか、すごくハラハラしそうだね。しかも映画ではその包囲戦だけじゃなくて、各国の利害や対立、恋愛要素なんかも丁寧に描かれてるんだ。外交的駆け引きと人間模様が交錯して、ただの戦争映画じゃないのぜ。なるほど。歴史映画だけどエンタメとしても楽しめる感じなんだね。ああ、セットや衣装もめちゃくちゃ豪華で、当時の北京の雰囲気を壮大なスケールで再現してる。特に当時のスペイン・マドリードに再現された北京セットは話題になったのぜ。本物の北京じゃなくてスペインに作られたんだ。それはすごいスケール。工業的にはやや苦戦したけど、歴史大作としての完成度は高くて、今でも評価されてる。歴史の中に生きた人々の姿をしっかり描いた名作なんだぜ。第5位、鳥。第5位は、鳥っていう映画だよ。タイトルがすごくシンプルだけど、どんな話なの？これは1963年に日本で公開された、アルフレッド・ヒッチコック監督のサスペンスホラーだぜ。現代は、ザ・バーズ。普通の鳥が人間を襲うっていう、ちょっと変わった設定の映画なんだ。鳥が人を襲うの。なんだかゾッとするね。そうなんだよ。物語は、メラニーっていう女性がとある海辺の街を訪れたことから始まる。最初はただのロマンス風の雰囲気なんだけど、突然カモメが人を襲い出して、どんどん被害が広がっていくのぜ。それって偶然とかじゃなくて、鳥たちが意図的に攻撃してるってこと？そこが怖いところなんだ。理由が明かされないまま、どんどん鳥たちが集団で人を襲い続ける。何も説明されないからこそ、観客は不安に包まれるんだぜ。確かに、原因がわからないと、想像しちゃって余計に怖くなるよね。ヒッチコックは見えない恐怖とか不条理な恐怖を描くのが上手くてな。この映画でも、普段は身近で可愛いと思ってる鳥が、突然敵になるっていうギャップが強烈なのぜ。うわぁ、それは心理的に来るやつだ。誰が演じてるの？主役のメラニーを演じてるのはキック・ヘドレンっていう女優さん。これが映画デビュー作で、一気に注目を集めたんだ。彼女の演技と、徐々に壊れていく人々の心理描写も見どころだぜ。映像とか演出も気になるなぁ。鳥って本物を使ってるの？ああ、当時の技術を駆使して、本物の鳥とアニメーションを組み合わせて撮影してる。だからリアルで、鳥が窓から襲いかかってくるシーンとか、マジで怖いのぜ。そんな映画が60年前に作られてたなんてすごいね。今見てもドキドキしそう。そうだな。鳥はスプラッターもモンスターも出てこないけど、日常に潜む不安を極限まで見せてくる。まさにヒッチコックの真骨頂って感じの作品だぜ。第4位、大脱走。第4位は、大脱走っていうタイトルの映画だよ。
名前からして何かから逃げ出す話っぽいけど、どんな内容なの？これは1963年に公開された戦争映画で、第二次世界大戦中に実際にあった脱走事件を元にしてるんだぜ。連合軍の兵士たちが、ナチスの捕虜収容所から集団で脱走するっていうスケールの大きい話なんだ。実話が元なんだ。戦争映画って緊迫感がすごそうだね。その通り、ナチス側が逃げられない完璧な収容所を作ったつもりだったんだけど、そこに集められたのが、脱走のプロたちばっかりだったんだ。で、彼らがトンネルを掘って大量脱走を計画するのぜ。トンネルを掘って、何人ぐらいが脱走しようとしたの？実際の事件では76人が脱走に成功したって言われてる。でもその後の運命も描かれてて、希望と絶望が入り混じる展開が重厚なんだ。希望と絶望。やっぱり簡単にはいかないのね。主演はスティーブ・マックイーン。バイクで塀を飛び越える名シーンは映画史に残る伝説だぜ。他にもジェームズ・ガーナーやチャールズ・ブロンソンなど、豪華キャストが勢揃いしてるのも魅力の一つだな。バイクで塀を飛び越える。それってめっちゃかっこいいシーンじゃん。マックイーンが演じたヒルツってキャラは、まさにクールな反骨精神の象徴って感じで、今でも人気が高い、観客の心に残るキャラなんだぜ。内容もスリリングだし、登場人物も個性的で魅力的なんだね。ただの戦争映画じゃなくて、それぞれのキャラに背景があって、友情や信念、人間の強さが描かれてる。見終わった後に、いろんな感情が湧き上がってくる映画なのぜ。そういう深いドラマがあると、見てよかったって思えるよね。大脱走、すごく気になってきたかも。第3位、シャレード。第3位は、シャレードっていう映画だよ。なんだかおしゃれな響きのタイトルだけど、どんな映画なの？いい質問だぜ。シャレードは1963年に公開されたサスペンスとロマンスが融合した映画で、主演はオードリー・ヘプバーンとケイリー・グラント。まさに華やかでスリリングな作品なんだ。オードリー・ヘプバーンって、あの有名な女優さんだよね。どんな役を演じてるの？彼女はレジーナっていう女性を演じてて、夫の死をきっかけに恐ろしい事件に巻き込まれていくんだ。なんと夫が多額の金を隠していて、それを狙う複数の男たちが彼女の前に現れるのぜ。うわぁ、サスペンスって感じだね。でも、ケイリー・グラントの役どころは？彼はピーターという男を演じてるんだけど、名前も正体もどんどん変わっていくんだよ。味方なのか敵なのか、最後まで観客を翻弄するキャラで、見てる方もドキドキするのぜ。味方かどうかもわからない相手って、ミステリーとしては最高のスパイスだね。まさにそう。しかも舞台はパリ。美しい街並みの中で、追跡や駆け引きが繰り広げられて、映像もとっても魅力的なんだ。オードリーの衣装も注目ポイントで、彼女の魅力が全開なのぜ。おしゃれでサスペンスで、しかもロマンスもあるなんて、盛りだくさんだね。ああ、ジャンルで言えばサスペンスロマンティックコメディって感じかな。笑える場面もあるけど、シリアスな展開もあって、テンポがすごく良いんだよ。それなら最後まで飽きずに見られそう。ストーリーもだけど、演出やセリフも楽しめそうだね。脚本がよく練られてるし、伏線の張り方もうまい。誰が味方で誰が敵か、最後の最後までわからないから、見終わった後にもう一回見たくなる映画なんだぜ。それってすごく完成度が高いってことだよね。名作って呼ばれるのも納得かも。第2位、アラビアのロレンス。第2位はアラビアのロレンスっていう映画だよ。タイトルだけは聞いたことがあるんだけど、どんな話なの？これは1962年に公開されて、翌1963年に日本で上映された歴史スペクタクル超大作だぜ。第一次世界大戦中、イギリス軍の将校だった実在の人物、T.E. ロレンスの実話を元にしてるんだ。実話なんだ。それだけで迫力ありそう。ロレンスってどんな人だったの？彼はもともと考古学者だったんだけど、戦争中に中東に派遣されて、アラブの部族をまとめてオスマン帝国に反乱を起こさせるっていう任務を担うことになったのぜ。アラブの部族をまとめる？文化も言葉も違いそうだけど、どうやって？そこがロレンスのすごいところなんだ。彼はアラブの民族衣装を身につけて、
部族の中に溶け込んでいった。でも、その過程で自分の正義と現実の戦争の狭間で揺れ動いていくのがこの映画のテーマなんだぜ。かっこいいけど、ちょっと切ない話でもあるんだね。そうだな。主演のピーター・オプールが演じるロレンスは、ただの英雄じゃなくて、理想と現実の板挟みで苦しむ繊細な人物として描かれてるんだ。演技もすごく評価されてるのぜ。映像もすごそう。アラビアって広大な砂漠ってイメージがあるけど、その通り、この映画はロケ地がすごくて、実際に中東の砂漠で撮影されてるんだ。地平線が見えるようなスケール感のある映像が圧巻で、これぞ映画って感じがするのぜ。当時の技術でそれをやったなんて、本当にすごいことだね。しかも音楽も名曲揃いで、ロレンスが砂漠を駆け抜けるシーンと壮大なオーケストラが合わさって、胸が熱くなるんだ。まさに映画館で見るべき作品ってやつだぜ。スケールが大きくて、心に残る名作って感じだね。アラビアのロレンス、今でも語り継がれてる理由が分かった気がする。第1位、クレオパトラ。ついに第1位の発表だね。その栄光に輝いたのは、クレオパトラだよ。おお、来たな。これは1963年に公開された歴史大作映画の代表格だぜ。制作費の高さと豪華すぎるキャストとで、映画史に名を刻んだ作品だ。クレオパトラって、エジプトの女王のことだよね。それを映画にしたってこと？そうそう。エリザベス・テイラーがクレオパトラを演じてて、その圧倒的な存在感が話題になったんだ。あとジュリアス・シーザーをレックス・ハリソン、アントニウスをリチャード・バートンが演じてる。まさに豪華キャストの夢の共演なんだぜ。わあ、すごい。それだけで見る価値ありそう。ストーリーはどんな感じなの？物語は、古代ローマとエジプトの間で揺れる女王クレオパトラの運命を描いてる。ローマの将軍シーザーとの政略的な恋愛。彼の死後にアントニウスとの情熱的な関係に移り変わっていくんだけど、国家と愛の間で彼女がどんな決断をしていくのかが見どころなんだぜ。なんだかすごく壮大でドラマチックだね。歴史ロマンって感じがする。まさにその通り。衣装もセットも超豪華で、特にクレオパトラがローマに入場するシーンは、当時の観客を圧倒した。衣装代だけで数千着、エキストラも何千人って規模で、まさにハリウッドの底力を見せつけた作品だぜ。そんなにお金かかってたの？当時の映画としては異常レベルだよね。そうなんだよ。実は制作費が膨れ上がって、20世紀フォックスが経営危機に陥ったくらいなんだ。それでも映画としての完成度は高くて、アカデミー賞では美術や衣装など4部門で受賞してるのぜ。すごい。一方で、エリザベス・テイラーとリチャード・バートンの関係も話題になってたって聞いたよ。そうだな。撮影中に二人が恋に落ちて大スキャンダルになったのぜ。公私ともに注目を集めたことも、この映画が伝説になった理由の一つだな。映画の内容だけじゃなくて、舞台裏まで含めて話題だったんだね。それって本当にすごいことだと思う。今見ても映像の迫力や俳優たちの熱演に圧倒されるし、映画という文化がここまで贅沢に作られていた時代があったっていう記録でもあるんだぜ。まさに映画史に残る一作だね。クレオパトラが1位なのも納得だよ。総評またはまとめ。今回は1963年に日本で公開された映画のベスト10を紹介してきたけど、どれも魅力的な作品ばかりだったね。だろ？この年はまさに映画の黄金期って感じだったな。日本映画も世界の大作もあって、バラエティに富んでるのが特徴だぜ。クレオパトラやアラビアのロレンスみたいな超大作もあれば、地下室のメロディーとかシャレードみたいなスリリングな作品もあって、ジャンルの幅が広いのも印象的だったよ。それに当時の映像技術や演出、俳優の演技力が一体になって、今見ても色褪せない作品が多いのぜ。特に大画面で見たくなるようなスケール感のある映画が多いよな。どれも当時の観客を驚かせたり感動させたりした名作なんだなって思ったよ。こうやって振り返ることで、昔の映画の凄さとか、今の作品に与えた影響なんかも見えてくるのぜ。映画ってやっぱり時代を映す鏡だな。ほんとそうだね。今回紹介した映画の中から、また見てみたい一本を見つけてくれたら嬉しいな。
最後までご視聴いただきありがとうございました。これからも役立つ情報をお届けいたしますので、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。コメント欄でご意見や質問もお待ちしています。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。今日も一日良い日で、またね。